フォーブスジャパンは今回オーシャンズで取り組んでいるザ・ブルーキーパーズプロジェクトとコラボレーションいたしまして、ここ大阪・関西万博ブルーオーシャンドームから特別イベントをお届けすることになりました。記念すべき初日であります本日のテーマはフォーブスジャパン×ブルー×テクノロジー。ここに来ればブルーの最先端がわかるをキーワードに、私たちフォーブスジャパンが厳選したテクノロジーの力で海洋課題に挑む企業の皆様にご登壇いただきます。これマイクロ RJ Unite Sustainable Growth of Earth and Next Generation、頭文字取ってるんですけれども、実際に藻類を使った事業、収益性のある事業をちゃんと作って、そこで得た収益をちゃんと海に還元していこうと。で還元していく中でもちろん藻類っていうのを周知しないといけない、消費者への啓蒙ですね。あと一番大事にしているのは3つ目、これの、次世代人材の育成ということで、そういった得られた利益だったり、そういうところを使ってちゃんと教育してちゃんと海に向けていきましょうよと。もう得るだけじゃなく海を大事にしないといけないですね。そういう教育が非常に重要だろうということで、こういう取り組みをやっております。そこでやっぱり魚の自給率を高めるということは食料安全保障の観点からも非常に重要なことだと思っていて、この陸上養殖によって自給率を高めていきたいな、そのように考えています。さらに右に書いてある通り、新たな産業として陸上養殖を捉えていただいて地域創生にも貢献できると思いますし、雇用の創出、教育、あるいは文化面でもいろんな貢献ができると思っています。そして何より海に負荷をかけない養殖を実現することで豊かな海を次世代に引き継ぐことができるのではないか、そのように考えております。私たちが作っている自動の餌やり機で、これが魚の様子を見ながら自動で餌をあげるということをやってくれます。でこれにたどり着いたのは養殖生産者の方々にいろいろ話を伺っていたら、結構人によって餌のやり方って違うんですよね。その朝あげるのがいいっていう人と夕方あげるのがいいっていう人で、これがいろんなやり方があるということは一番いいやり方があるんじゃないかというふうに考えて、このデータを使った最適化というのに取り組んでみたところ、まだまだ餌やり改善できるし成長も早くなるということが分かったというので、この仕事をやっています。ブルーキーパーズセレクテッドバイオーシャンズと題しまして、まさに先ほど申し上げた、身近なものであるとかプロダクト、ブランドの中からですね、海の未来と真剣に向き合いながら、皆さんの、生活を変えていくべく、取り組んでいる、3社を、我々の方で選出させていただきました。国内外のですね店頭に地上資源でできた商品が売られてますので、それを買えば買うほど経済が回って、それを買えば買うほど CO2 が削減になって、それを買えば買うほど戦争やテロがなくせると、世界で初めて経済と環境と平和を実現した、これが日本のですね循環型社会であります。ですから経済と環境とね平和って並立するでしょっていうことなんです。それぞれの海にも個性があるんじゃないかなと思って、海一つ一つの個性を海のテロワールとしてワインと掛け合わせて、発信していけないかなと、面白いなっていう体験にしていけないかなと考えてます。そういうシェアドエクスペリエンスと呼ぶ行動を促していくエコシステムを作っていきたいなと考えてまして、それが、2つのポジティブに貢献したいなと今考えています。で漁業とか観光業とか海業を活性化する、ローカルポジティブっていうところと、あと藻場造成とか海洋環境の保全をサポートするネイチャーポジティブっていうところですね。この天然素体から卵を取って、それを培養して、またそれから卵を使ってぐるぐる回していく、そういう完全養殖を試みをやって、瀬戸内の方では藻場再生をしていこうと思っております。サステナビリティ、イノベーション、デザインという3つのコンセプトでやってるんですけど、サステナビリティもちろん素材大事なんですけど、実はその裏側にある製造工程とか作り方ですね、トレーサビリティなんかたりしますけど、そういったこともきちんと良いものにしていかないと。でデザインもちろんファッションなので皆さん楽しく着たい、いいものを着たい、可愛いものを着たいと思うんですけど、そういったこともちゃんと一緒に考えてやっていく、そういったものがサステナブルファッションだっていう思いでやってます。スポンサー特別セッションとして、ブルーライフスタイルセッションのお時間となります。ブランド、商社、メーカーが描く持続可能なファッションの未来をテーマに、
我々に欠かせない、ファッションのあるべき未来について考えていきたいと思っております。我々の商品名、プラックスと言います。 PLAX と書きます。これはですね、原料が、サトウキビでできておりまして、植物由来の合成繊維ということになります。植物由来ということで非常に環境性能は高いです。それでいて、天然の抗菌消臭性能があるという、特殊な機能もありまして、それでいて、リサイクルがしやすいというような素材になります。プラックスを使って通常の工場で作った場合と、例えば太陽光パネルが設置してあって再生エネルギーで電力を賄っているクリーンなファクトリーで作った場合の数値比較をしてお客様の購買に対してこういう環境負荷を減らしてるんだよってことをアピールしていくというところの試験的な販売をやらせていただいたという実例になります。なるほど、はい。このバイオマス原料をいち早く服にすることができたのがこちらの会社さんで、実はこれ可食部分じゃないサトウキビからできてるんですけど、サステナブルなことが前提でありながら、実は非常にこの乳酸っていうサトウキビからできた乳酸で作った繊維なんですよ。この乳酸っていうのが実は抗菌性能だとか消臭性能だとか、弱酸性で肌に優しいとかさまざまな機能がついてるんですよね。だからサステナブルでありながら健康的、いわゆるウェルネスで一番最初に組みたいパートナーとしてやはり我々としてはそういったことに非常に意識の高いお客様をやっぱり探してたというか、なんとかそういったお客様と手を取りたいということでマッシュスタイルラボさんと今回の提携に至ったという形になっています。ザ・ブルーキーパーズアワード2025受賞者発表を行ってまいります。みんな心のどっかでですね、自分ぐらいゴミ捨ててもいいやっていう何かしらそういうちょっと悪い気持ちっていうのが時々芽生えてくるんですけども、そういう気持ちと実は戦っているのがですね、今日お見えになっている方々で、最先端のテクノロジーですとかいろんな仕組みを作ってですね、いや日本の企業って捨てたもんじゃないなっていうような方々が集まっていらっしゃいますので、今日はぜひですねそういう人たちに光を当てたいと思いますので、頭の中にですねぜひ入れてください。よろしくお願いします。ブルーキーパーズのこのアワードは今年初めてなんですけども、昨年もうすでにプロジェクトとしては発足していて、で東京の代官山でイベントをさせていただいて、で今年はさらにパワーアップしてもうフォーブスと一緒に企業の視点とかも入れていくと、ビジネス観点も入れていくっていうところで、このとても立派な場所でのアワード開催へと至りました。ブロンシェインイニシアチブは2023年に本格的な活動を開始して、今や110団体を超える登録がございます。でその中にフォーブスジャパン、それからオーシャンズにもメディアパートナーになっていただき、7つの分科会を開催しながらですね、今2030年に向けて活動をどんどんアクセル踏んでるところです。なので今日この場で受賞される方々、これからお会いできるのをとても楽しみにしています。セロファンっていうのはですね、実は海の中で分解する、要は微生物によって食べられる、そして、きれいに水と二酸化炭素に分解されるということが国際的に証明されております。その技術を利用しまして、実は5ミクロンという要は非常に小さい粒々を作りました。これはですね、ファンデーションとか、口紅とかアイライナーとかいろんな化粧品に使われております。私たちは北三陸から世界の海を豊かにするということをミッションに、世界中で広がる磯焼けという課題、海の砂漠化と呼ばれています。その課題にチャレンジしています。地球をですね、だいたい90分で一周するようなスピードで回っている衛星がもう今数千機以上地球を取り囲んでいると、そういう状態になっています。そういった各種のデータをですね、AI を使いまして自動的に解析することで表面の状況、また海洋の状況を把握する、こういった技術を作っている会社になります。微細藻類によって、CO2 を吸収しながら水をきれいにし、そして回収した藻類は飼料や肥料、そしてさらにはバイオ炭などの資源に転換するといったように、循環を価値に変える、あるいは価値ある循環に変えるというところが弊社のベルジェンの本質になります。海のどういう場所にどういう生き物がいて、
生物多様性の豊かな海域はどこなのかっていうのを、科学的なデータに基づいて見える化するっていう、そういうデータテクノロジーをもとに海の保全再生を図っていこうということで今ビジネスとして展開しているところです。祭事の主催者祭事のコンセプトがその一歩が未来を動かすというコンセプトなんですね。これは宇宙飛行士の毛利衛さんの著書や本人にもお会いさせていただいて、やっぱこの多様な環境の中で命が紡がれてきたのはいつもこの一歩だ、この挑戦だというそういうお言葉を聞いて感銘を受けてこのコンセプトにしました。まさにここにいる皆さんの一歩が未来を動かしていくんじゃないかなというふうに強く思いました。海洋問題に取り組むライノシールド CEO エリック・ワン様によるプレゼンテーションビジョナリートーク、そしてフォーブスジャパン編集長藤吉正治とのスポンサー特別セッションブルーイノベーターズトークを実施してまいります。 So as a company, we shift our North Star from making the best product. We want to have a new direction that is to help solve the plastic problem. It's a very hard transition, but honestly, I think it's the most meaningful things we have ever done as a company. And I also came out from my midlife crisis with a lot more clarities. And we realized one thing, we don't want to be remembered as the unicorn billion-dollar rhino shell as a company. We want to be remembered as the company that helped to clean up the ocean. Yeah, so about 7 years ago, we look at our company and redesign everything. We switch all of our product line to monomaterials. That makes recycling a lot easier. We re-engineered our phone case, the material to make our phone case so it can be reborn again and again. We even built our own reverse logistic network. So this year, we launched something I'm really proud of. So that is the world's first post-consumer zero-waste phone case. So it can be recycled multiple times with no material losses. So what it does is it proves circularity is real, it works, and it scales.